盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回は、初心者向けというか未生五葉松じゃない杉五葉松香川県産での名前で言うと、銀八房五葉松っていうんですけども、それの剪定のかなり超簡単バージョンで、とりあえずもうこの切り方しとけばそれなりになると。完璧は求められないですけども、この切り方をすれば何年も続けても結構それなりに落ち着いてくれますっていうのをご説明しようと思います。では今日の切る木の簡単なご説明いたします。先ほども名前は言ったんですけど、香川県名産の、銀八房五葉松、下がねこの辺まで黒松なんです。ちょっとこの子かなり低すぎいうか低いところでついてるんですけど、ここまで黒松でここから上が五葉松で、葉性が素晴らしく良くて、芽吹きも未生五葉松に比べたらかなりいい五葉松なんですけども、これ樹高がね45センチぐらいでちょこちょことね飛び出てるとこがあるんですね。いろんなとこ今僕触ってますけど、こういう飛び出てるところを簡単にね直せるというか、こういう飛び出てるところだけを切ることによって意外とそれなりになっちゃうっていう、そういうのを今日やっていこうと思います。道具も使う道具も、太い枝があればこれ使うんですけど、ほぼこれ1本で岡常さんのかなりリーズナブルなよく使ってるいいハサミなんですけど、多分これ1本でどんどんやれると思います。このサイズだったら多分僕がやったら10分以内にそれなりになっちゃうんじゃないかなと。古羽鳥なんかねしっかりしようと思うと結構時間かかるんですけど、それはちょっと今日割愛して剪定だけこうやって簡単にやれば綺麗になりますよというのをご説明していきます。じゃあ今からちょっとどこを切ればいいかっていう説明を、かなりこの手元の方が離れたカメラでは見にくいと思うので手元カメラに変えてみます。はい、では実演に入っていきます。ちょっと見えますかね。こういう飛び出たとこを重点的に取っていきます。今手元カメラに切り替えてるんですけど、分かりにくかったらごめんなさい。ちなみにこういうじゃあ伸びてるところのどこまで下げるかって話なんですけども、こうやってこの下にねしっかりした芽がおるんで、一つ戻る感じで、もうどれもこれもそうなんです。ちょっと一つ戻ると。でもこれぐらいのちっちゃい芽だとちょっと不安ですね。でこういう先が密集しとるとこも取ると、密集してるとこと飛び出てるとこだけを取るという、超簡単バージョンの今日ご説明なんで、はい、飛び出てます。ちょっと一つ下に芽がおりまして、ここで切ると。でこれも飛び出てもうなんならね、あんま飛び出てなくてもこれしてもええかもわからんぐらいです。飛び出てます。一つ下を切る。この辺短いんでこれはちょっと無視してもええんですけど、先の方の密集をちょっと取るとかね、あんまり深く考えなくていいです。とにかく飛び出てるなと思ったら一つ下に下げる。飛び出てるかどうか後で考えるにしても一つこう下げると、もう今日覚えてほしいのもそれぐらいです。一つ下に下げる。長いのがあれば一つ下の目の手前で切ると。これなんかも一つ下げる。なんならたまには二つ下げてもいいんですけど、ちょっと見づらいですかね。さっきここで切ったんですけども、もう一つ下げてもええ時もあります。こういうちょっと飛び出てるなという、本当ね飛び出てるかどうかわからないっていう方おられましたら、もう、ある程度棚がね育ってる木の方が分かりやすいんですけども、こう見てね、だいたい棚って結構水平に近いぐらいの方が綺麗な場合多いんですけど、こんなのなんかもう明らかに飛び出てますよね。もうこんなのはここで切るかもう一つ下で切るかみたいな。だったら今ここボコってあったのがスッとなったと。でこういうとこもちょっと密集してるなと思ったりとか、密集ぐらいだったら一つ減らすとかね。それでも長いと思ったらもう一つやっぱり下に行くとか、こんな感じでもう横からね
横から見てこう飛び出てるなと思ったらもう一つ下げちゃう。あんま飛び出てなくても下げてもね問題ない時あるんですよ。そういう場合の方が多いです。なんだ一つ下に折ったらそこからまた来年2つとか増えますんで、切りすぎたなと思ってもまあ失敗はもう1年で解消されます。なんで自信持って飛び出てるなと思ったら1個下げちゃう。もうなんかこの辺もさっとしてるなとかちょっと飛び出てるなと思ったらとにかく1個下げると、もうそれだけ、もう密集と飛び出てると、もうそれだけを気にしていただいて、だったら今これもかなりちょっとわざと いつも通りのスピードに今してみますけど、ちょっと遠くから見て飛び出てるなと、密集してるなと、飛び出てる、ここも飛び出てる。これなんかもうこの辺でいいのにめっちゃ飛び出てると。もう一つ下まで行こうか。はい、結構遠目に見てね、これってもう本当に気軽な感じで、なんだろう、波平さんがアニメの中でねなんか見ながらチョキチョキしてるようなそんな感覚で、この作業はちなみにいつしてもいいです。もう夏だろうが冬だろうが。でも夏はちょっとあんまりしすぎは良くないです。夏にする場合はもうちょっとだけ、あんま切りすぎたら傷む可能性あるんで。もうこんなんめっちゃ飛び出てるんですね。もうこれぐらいじゃ追いつかないぐらいここ飛び出てて、ちょっとまあカメラで分かりにくいかもしれませんけども、とにかくこんな感じの手軽な感じでやってるよというのが伝わればいいかなと。針金とかでねしっかり木をきれいにするのも大事なんですけども、なかなかそうもいかない。今なんなら手元に針金がないし、そういう時期でもなかったらその時間もないみたいな人はもうこの作業をしとけば五葉松はそれなりに美しく保ってくれます。たまにもまあちょっといらない方向の枝なんかはまあプロの目線でないとわからないとこはあるんですが、大体はもう飛び出てたら取ると、密集してたらちょっと減らすみたいな、隣近所当たってる子がおったらどっちかを取るみたいなね、密集してるのがあれば。10分ぐらいかかるよったんですけど、ほぼ終わっちゃったかな。だからね向きもねあんま上ばっかから見てたらわからないんで、横から見て、ただまあこの子ちょっとね針金そのうちかけた方がいい木なんで、あんまり切りすぎたらというとこあるんですけど、上からではわからないとこを、横からね、もうこんなんも取っちゃえ。変な形の枝はねもうやり直し。こういう輪郭からこれが飛び出てると、ね、ここで輪郭あるのにこれがピョーンと飛び出てると、これを取ったら寂しくなることもなくただ綺麗に揃うと。なかなか最初こういうハサミ入れるの本当難しいんですけど、五葉松はその点いらない芽を取るっていうのが基本なんで、黒松みたいな芽の長さとか葉の長さを考えなくてもね、勝手に芽の、大きさとかね葉っぱの長さこの子揃ってくれるんでね、とにかく輪郭を乱してる、調和を乱してるとかというか、そのあたりだけ気をつけていただいて、もう本当にね気軽な感じで、なんなら今日これやりましたと終わりましたとなった何日か中にやっぱこれいらないなみたいなのが見つかったら、それまたその気がついた日に取ればいいし、だからその辺で五葉松って乱れてきても割と簡単にずっと維持できるというかね。黒松は一回こう剪定しだすともう最後までその日のうちにやった方がいい場合が多いんですけど、五葉松は結構気がついた時で全然いいんで、こういう特に枝を抜くだけの作業はね
これでもういけたんじゃないかな。ちょっと赤い葉っぱがね古葉取りしてないんで、ちょっとそういうのが悪く目立ってますけど、まあまあこれも冬が来たらねポロポロっと落ちるんで、ただ今剪定した後にブルブルっとやったんで、僕の手はかなりヤニだらけになって、これ本当はね赤葉は先取った方がいいです。はい、ちょっと今順番逆でしたけど、こんな感じで、ちょっとこれもちょっと長いかな。こんな感じ。飛び出てるな。でこの銀八房五葉松っていうのは香川県の名産品みたいなとこあるんですけど、とにかく芽吹きが未生五葉松に比べて本当にいいんで、少々失敗してスペースが空いてもちょっと針金でこっちって持ってったら、そこですぐもっさーっとね広がってくれるんで、本当に失敗が少ない木というか、初心者さんにはかなりおすすめの樹種ではあります。未生五葉松になった瞬間急に上級者向けになるんですけど、この継いでる五葉松はかなり丈夫なんで、よかったら始められる方はこの辺りからがいいかなと。はい、そうこう言ってるうちにだいたい形になったと思います。ちょっと手元カメラ変えて普通に手持ちカメラで一回こんな感じですというのを今からお伝えします。はい、本当に多分ものの5分ぐらいの作業だったと思うんですけども、何度も言いましたが、飛び出てるとこは1つ下げると、1つ下げるというのはその1つ下による芽の手前で切るっていうことなんですけどもそれが1点。あとは密集してるとこ、ちょっとその隣り合ってるぶつかってるとこの片方を取ると、その2点だけですね、注意点。それを5分ぐらいこの木に施したら飛び出てるとこはなくなって、まだねこの子も発展途上な木ではあるんですけども、割と棚が落ち着いたというか、でこぼこせずに綺麗に揃ったんじゃないかなと。でこの作業をまたねかなり繰り返したり、間で針金とかでほんま飛び出てるとこはこう下げて揃えるみたいなのしたら、した上でさらに今の簡単な作業を施してやるっていうのを何年も繰り返したのも本当にね綺麗な棚になって、盆栽としてもだんだんいい盆栽となっていくんですけども、そこまで深く考えるレベルじゃない方、まだまだそれはちょっと無理だなっていう方は、とりあえずこれをしていただいたら美しさは保たれるんで、まずはここから気に慣れていただいて、次また余裕ができたらレベルアップ、ステップアップというかしていただいて、また盆栽をね楽しんでいただいたらなと思います。はい、今回は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。